45分。45分の間で何が食べれるでしょう。そばなんて素敵ですか？チェックしましょう。このお店のそばはとにかく量が少ない。量が少ないのはお腹が悲しいのでダメです。このお店は量が十分だが麺が茹ですぎ。お蕎麦はコシがあるのが好きですし、唐揚げがなかったから星一つ。なんて役に立たない口コミ。ここの蕎麦は井戸水を使っていて、蕎麦本来の香りを感じられる。よし、ここに決めた。こんにちは。お一人様です。ありがとうございます。お、すみません。茶そばを一つお願いします。ありがとうございます。いただきます。食感がべらぼうに最高です。ミミ。なんとも嘆かわしい。何かおっしゃいましたか？あなたのそばのすすり方があまりにもお粗末だと申し上げたのです。すすり？そばを食べるならレトロネーザルアロマです。何ですかそれは？我々の味を感じる能力は嗅覚に依存しているものです。オルソネーザルアロマは鼻先で匂いを嗅ぐ香り。お父さんの靴下臭いな、お父さんの枕臭いな、そんな香りの仕方です。そしてレトロネーザルアロマとは口腔内から鼻腔へ抜ける香りのことを言います。ああ、うん。ここが鼻腔、ここが口腔、そしてここが境外皮です。匂いの分子は口腔を通って口の奥に進み、それから鼻腔を上がって球状皮に到達します。ここは花ですか？わかりやすくお教えしましょう。ワインの愛飲家たちはまずグラスをくるくる回して鼻で匂いを嗅ぎますね。はい。次にワインを口に含み、舌で転がすように飲むことでレトロネーザルアロマを使い、風味知覚を活性化させているのです。そういえばそれは見たことあります。はい。お蕎麦の香りは非常に繊細なので、レトロネーザルアロマを使うことが不可欠です。そしてそのためにはすすることが必要なのです。でもとってもうるさくないですか？今までに経験したことのない味を楽しむことができるのであれば、音など些細なことではありませんか。さあ、お試しを。わかりました。頑張ります。
本当です。全然違う。美味しい。よくやりましたね。ありがとうございます。先生。あなたは大学の教授ですか？いえ、私はここの清掃員です。そうだったんですか。でも私にとっては素晴らしい先生です。おやおや、光栄にございます。では、私は仕事に戻りますね。レトロネーゼル。お茶の香りが爽やかに駆け上ってきました。他にも何か頼みますか？ダイエットは明日から。あ、洗濯物。皆さんこんにちは、ナタリー・エモンズです。今回のジーナのグルメはどうでしたか？今回のエピソードでは京都大膳の茶そばを紹介させていただきました。このお店のそばは名物ですが、他のメニューもたくさんあります。さあ中に入ってみましょうか。こちらが大膳の店長の今西さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジーナのグルメの制作ご協力いただきありがとうございます。こちらで毎日そばを作って、井戸の水を使ってると聞きましたが、そっちの方に井戸があるんですけれど、そっちが、はい。で味に対してどんな影響があるでしょうか？そうですね。やっぱり水道水と違って、変な臭みもないですし、口当たりが柔らかいっていう感じがあると思います。私はこのお店見つけた時にすごく美味しいそばをいただきましたので、今回はまた別の麺を食べてみたいなと思ってました。ざるうどんお願いしてもいいですか？大丈夫です。お願いします。うわー、すごい美味しそうですね。絶対美味しいですね。いただきます。すごく美味しそうですね。わあ、いただきます。美味しい。弾力があってすごく美味しいですね。やっぱり新鮮さが大事ですね。この新鮮な井戸の水を使って爽やかな味しますよね。最高。夏の日にぴったり。もちもち。弾力が最高。